こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Google コラボラトリで Python 入門第6回。比較演算子と論理演算子について紹介します。比較演算子はプログラミングやデータ分析において非常に重要な役割を果たします。これらの演算子を使用することで、条件に基づいて異なる処理を実行することが可能になります。例えば、イコール演算子は2つの値が等しいかどうかを判断し、イコールはそれが等しくない場合に真を返します。さらに、大なりはより大きい、小なりはより小さいを比較し、大なりイコールや小なりイコールはそれぞれ以上または以下であるかを確認します。これらの演算子を理解することで、より複雑な条件式を構築し、プログラムのロジックを強化することができます。このスライドは、数値に対する比較演算子の使用例を示しています。まず、変数 x に10、y に5を代入しています。次に、プリント関数を使って、様々な比較演算子の結果を出力しています。例えば、x イコール y は、x と y が等しいかを判定しているのでフォルスを返し、x' イコール y は、x と y が等しくないかを判定しているので true を返します。また、x 大なり y の大なりは、より大きいを比較する演算子で x は10、y は5なので true、x 小なりは約3グラブの小なりは、より小さいを意味するので false、x 大なりイコール y の大なりイコールは、以上を意味するので true、x 小なりイコール y の小なりイコールは、以下を意味するので false となります。このスライドでは、Python における文字列の比較演算子の使用例を示しています。最初に、str1 に、Hello、str2 に、World を代入し、様々な比較を行っています。4行目では、str1 と str2 が等しいかどうかを判定しています。この場合、両者の文字列が異なるので false と表示されます。次に5行目では、str1 は str2 と等しくないかを判定しています。この場合、両者は字列が異なるので true となります。6行目では、str1 大なり str2 を判定しています。このような文字列の大小関係を比較する場合、辞書に出現する順番で判定されます。h は w より先に出現するので false となります。それに対して7行目では、str1 小なり str2 となっていますので、この場合 true となります。比較演算子を if 文の条件式として使用した例を示します。左側には符文を使ったコードがあり、変数 x が5より大きいかどうかを判断しています。4行目の if 文の条件式 x 大なり5が真であれば、5行目で x は5より大きいと出力され、そうでなければ7行目で x は5以下と表示されます。また、ホワイルループの例も含まれており、12行目のホワイルの条件式として i 小なり10が書かれています。これは、変数 i の内容が10より小さい間は、ホワイルループを繰り返すことを意味します。ループ内では、i の内容をプリントし、次に i に1を加えるという操作を行っています。すると右図のように0から9までを表示する結果となります。if 文は、条件に応じて処理を分岐させるために使用されます。指定した条件が真 true の場合にのみ、if 文に続く時下げしたブロック内の処理が実行されます。反対に条件が偽 false の場合、if 文の処理ブロックを飛ばし次の行に移ります。この例では、変数 x の値が5より大きい場合にのみ、x は5より大きいと出力されます。if 文には、条件式が偽 false の場合に実行される処理を記述する else 説を追加できます。if の条件式が成立した場合、if の下のブロックが実行され、条件式が偽 false の場合には、else 説の下のブロックが実行されます。この例では、変数 x の値が5より大きい場合は、x は5より大きいと出力され、5以下の場合は、x は5以下と出力されます。この例では、x に3を入れていますので、else 説の下のプリント x は5以下が実行されます。elif 説は、複数の条件を記述したい場合は、elif 説を使用します。elif 説は、if 文の条件式が偽の場合に評価されます。この例では、if 文の後の条件式1が成立した場合は、処理ブロック1が実行され、
if ブロック外の次の行に処理が移ります。この時条件式1が成立しなかった場合には、elif の条件式2を判定し true であれば処理ブロック2が実行され、次の行の処理となります。また条件式2がfalse である場合は、else の下に書かれた処理ブロック3が実行され次の行に移ります。こちらに elif の使用例を示します。最初に変数 x に10を代入します。次に3行目の if 文で x 大なり15を判定しています。x は10なので義となり5行目の elif の条件式 x 大なり5を判定します。この場合 x は10ですので条件式は成立します。したがって x は5より大きく15以下と表示されることになります。論理演算子は複数の条件を組み合わせるために使用されます。主に and、or、not の3つがあります。ここでは条件 A、条件 B がある場合について、それぞれの論理演算子について説明します。左側の図では、条件 A が成立し、かつ条件 B も成立している場合、and 演算子を使用し判定を行います。例えば、A 小なり=10例 and B 大なり19のように書けば、A は10例以下かつ B は19より大きいかを判定するものとなります。中ほどの図では、条件 A または条件 B どちらかを満たす場合に or 演算子を使用して判定を行います。例えば、A==1 を B=2 のように書けば、A が1または B が2の場合を判定する論理演算子となります。右側の図は、条件 A を満たさない場合の判定を行う場合に not 演算子を使用します。例えば、not A=10例と書けば、A が10例ではないことを判定します。それでは、and 演算子より使用例を見ていきましょう。and 演算子は、左右の条件が両方とも真 true の場合にのみ、真を返します。どちらか一方で模擬 false の場合は、偽を返します。この例では、条件式、x 大なり5と、y 小なり10の両方が真なので、x は5より大きく、y は10より小さいと出力されます。次に、or 演算子の例を示します。or 演算子は、左右の条件のどちらか一方でも真 true の場合に、真を返します。両方と模擬 false の場合にのみ、偽を返します。この例では、x 大なり15は、偽ですが、y 小なり10は、真なので、x は15より大きい、または y は10より小さいと出力されます。最後に、not 演算子の例を示します。not 演算子では、条件の真偽を反転させます。真 true の場合は、偽 false を返し、偽 false の場合は、真 true を返します。この例では、x=5 は、偽なので、not x=5 は、真となり、x は5ではないと出力されます。このスライドでは if 文を使用した、じゃんけんゲームの例を示しています。プレイヤーが手を入力し、コンピューターがランダムに手を選ぶ仕組みです。1行目のインポートランドムは、ランドムモジュールをインポートし、コンピューターの手をランダムに決定できる乱数を使用できるようにします。次に4行目では、プレイヤーに対して手グー、チョキ、パーを入力するよう促しています。また、7行目では、ハンズにリストとしてグー、チョキ、パーを設定し、8行目でこのリストよりランダムに、コンピューターの手としてコンピューターアンダーラインハンドに代入します。11行目、12行目はプレイヤーの手とコンピューターの手を表示しています。じゃんけんの結果を判定するプログラムは15行目から22行目にかけて書いています。15行目は、プレイヤーの手とコンピューターの手が同じ場合は、あいこですと表示します。違った場合には、elif の条件式を判定します。ここではプレイヤーの手がグーかつ、コンピューターの手がチョキ。または、プレイヤーの手がチョキでコンピューターの手がパー。または、プレイヤーの手がパーでコンピューターの手がグーの場合は、あなたの勝ちですと表示します。これらの条件が成立しなかった場合は、21行目の下のプリント文で、あなたの負けですと表示します。前のプログラムに出てきた円を使用した継続行について説明します。Python では1行が長くなりすぎる場合、コードを複数行に分割して記述することができます。
これを継続行と呼びます。円は継続行に使用される文字です。通常バックスラッシュで表示される場合が多いですが、使用するフォントによっては円が表示されることもあります。行末にバックスラッシュを置くことで、次の行にコードを続けることができます。また、丸括弧、角括弧、波括弧はじめ中括弧終わり中括弧を使うことでも継続行を書くこともできます。丸括弧、角括弧、波括弧で囲まれた式は、複数行にわたって記述することができます。乱数について補足説明を行います。乱数とは、規則性を持たずにランダムに生成される数値のことです。コンピューターで乱数を生成する場合、実際には疑似乱数と呼ばれる、特定のアルゴリズムによって生成された乱数を使用します。疑似乱数は、真の乱数とは異なり、完全にランダムではありませんが、多くの用途で十分なランダム性を持ちます。Python では、ランドンモジュールを使用して乱数を生成することができます。ランドンモジュールの主な関数について説明します。ランドンランドンを実行すると、0.0 以上、1.0 未満の不動小数点数をランダムに生成します。ランドンランディンタ B では、A 以上、B 以下の整数をランダムに生成します。ランドンユニフォーマ B では、A 以上、B 以下の不動小数点数をランダムに生成します。ランドンチョイセゼでは、シーケンスリスト、タプルなどから要素をランダムに選択します。ランドンシャフプゼでは、シーケンスの要素をランダムに並び替えます。このスライドでは、Python のランドンモジュールを使った具体的なコード例を示しています。乱数を使用するには、最初にインポートでランドンモジュールを取り込みます。4行目では、乱数を生成する方法として、0.0 以上 1.0 未満の不動小数点数を生成するランドンランドンの使用を紹介しています。次に、8行目で、ランドンランディント1、10を使って、1から10の範囲で整数を生成する方法を示しています。さらに、リストからランダムに要素を選ぶ13行目のランドンチョイスや、リストの要素をシャッフルする17行目のランドンシャッフルの使い方も示しています。右側には、これらのコードを実行した結果です。